はい、こんにちは。JBS 武蔵野志保です。今回はバッティングにおいて各工程の高さですね、それと内側外側に対応できるドリル練習方法についてお伝えをしていきます。どのコースもですね、まんべんなく打てるというのがバッティングでは求められています。でまず上半身の使い方と下半身の使い方を説明していきます。まず上半身なんですけれども、各コースに対応していくということは、この肩の入れ替えの動きですね。肩が閉じていて肩甲骨が背骨から離れていて、スイングをしていくときには後ろ肩が顎の方に寄ってきて肩甲骨は離れていく。で、胸周りが十分に回転していくということが必要になります。この動きで、よく言われるインサイドアウトですね。体の近くから腕が出てきて、このままであればどのコースにも対応しやすくなってくるということですね。なのでこの肩の動き、肩甲骨の動き、この胸周りの動きがしっかりと動く、回転するということがどのコースにも対応しやすいということになります。ちなみにこの動きが悪いと、例えば前側の引く動きが弱かったりすると、後ろ手側だけ、トップハンド側だけ行ってしまう。そうすると外側方向に行くので、内側の球というのはとても打ちづらくなります。なのでこの肩周りの動きは上半身は非常に重要な動きです。で下半身に関して言うと、軸足に溜めてですね、スッと前に体重を移して前股関節に移動していくという、体重を移動していくとで、ここを支点にして回転を起こしていくということがとても大事です。よく軸足で回れというふうにも言われますけれども、軸足で回ってしまうと、このように回っていくので、このような形で回っていくので、このまま高めであればまだ対応はなんとかできると思います。ただこの形のまま低めを振ろうとすると、どうしても腕を極端にですね下げるしかないです。もしくは足を曲げるしかないですね。というふうになってきます。あとはバットのヘッドを著しく下げるかですね。でしか当てることっていうのはできないです。ただこれは理想的な体の使い方では全くないです。極端なダウンスイングになりますし、このような形であれば、力はインパクトでは弱くなってしまいます。なので低めのボールに対応するというのも、前の足にしっかりと体重を移動していくということですね。ここがしっかりできてないと低めには全く対応できなくなります。でこの組み合わせですね、上半身の使い方と下半身の使い方の組み合わせ、この組み合わせとタイミングをしっかりと整えていくことによって、どのコースにも対応しやすいバッティングフォームというのが出来上がってきます。はい、ではですね、その上半身と下半身の動き、そしてそれらの組み合わせですね、タイミング、使っていくタイミングを修正していくドリルですね、を一つ紹介していきます。今回はクラドルスイングというスイングです。どういうスイングかというと、ステップ幅ぐらいですねからスタートします。でお尻をしっかり曲げてパワーポジションを作って、前の方はもうトップの位置ですね、スイングをするという位置に持ってきます。なので前の方が顎に来て肩甲骨が離れている状態でセッティングします。でこのままあとはこのような感じですね、少し足踏みをしていくような感じです。かかとが浮いていくような感じで足踏みをしていきます。で足踏みをしていくと、この骨盤はまっすぐ進んでいきますね。これによって前足の股関節の支点、前足に移動が可能になってきます。ちなみにこれがまっすぐ骨盤が直進しないとですね、少しぐっと外回りしていくので、これもバットの軌道が外回りする原因につながってきます。なので骨盤というのは必ず少し直進的な動きですね。まっすぐ移動して前側の股関節、へこんでいるところに入っていくというのが重要です。でそれをやろうとするとこのような感じですね。少し足踏みをしていきながら上半身は回転を始めないようにします。この移動したタイミングで上半身がですね、あまりにも速く回ってしまうと、これは泳ぐだったり突っ込むというような原因になってきますね。なので、頭の位置はそれほど動かず、ピッチャー方向、キャッチャー方向にそれほど動かずにやっていきます。こういう感じですね。これで下半身の動きと、この後バッティングは肩の入れ替えのこの動きですね。これによってスイングをしていきます。このような感じで練習をしていきます。先ほどもお伝えしましたけれども、例えば軸足で回ってしまえば極端なダウンスイングだったりとか、もしくは外回りするという動きですねが発生してきますし、肩周りの動きが悪ければ、特に前側がボトムハンド側ですね、ここが引けなければ、これも外回りしてきます。なのでこの一つのドリルでいろんなところが意識できます。上半身の動き、下半身の動き、それらを組み合わせたタイミングですね。これをしっかりと修正していくことによって、体の使い方とそのタイミングですね、使うタイミング、これをしっかりと修正していくということにつながってきます。良くないエラーとしては、簡単にまとめておくと、上半身の場合は先ほど伝えた通り話だったりとか、下半身の場合はその場で回ると、低めが著しく打てないですね。であとはこれも
足が、その場で回って後ろ腰がこちら方向に一度行ってしまうので、それは力の方向が右方向に行ってしまうんですね。そうすると外角低めぐらいであれば、なんとか対応できる可能性というのはありますけれども、それらの以外のコースっていうのはかなり対応力としては下がってくるかなと思います。なのでしっかりドリルができることによってそのバットのスイングを加速させていくということにもつながりますし、正確性、ミート力を落とさないということにもつながってきます。しっかりとそこは両立できる部分であるので、ドリルをですね徹底してやっていくことによって修正ができてくると思います。はい、では今回の動画は以上となります。簡単にまとめると、上半身の使い方で必要な動きですねと、下半身で必要な動き、それらの組み合わせた使い方ですね、をクラドルスイングという、足踏みをするドリルですねでお伝えをしていきました。これを徹底していくことによって動作がどこがエラーが起こっているのかっていうのも理解しやすいと思いますので、ぜひ、やられてみてください。JBS の差しでは LINE、Twitter などを使って情報配信をしております。概要欄から登録の方よろしくお願いします。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。